日本人は特に結論を後で言う癖の人が多いなと思うんですよね。それが習慣になってるとめちゃめちゃ仕事早くなるんですよ。それね、でもね、聞く側決済からしたら別にいらないんですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き始め、21歳で起業、現在までに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成など役に立つ内容をお話しています。興味がある方だけ見ていただければと思っております。本日もロジカルシンキングというテーマに沿ってお話しいただくんですが、今日のですね、テーマがピラミッドストラクチャー、いわゆる論理展開、表現力というところなんですけど、このピラミッドストラクチャーについて今日は解説をお願いできればなと思っております。ロジカルシンキング、論理的思考とはとか始まって、情報整理とか構造化、そして次はやっぱりその論理展開というかどう伝えるかみたいな話に入っていければと思うんですけど、一言で言うと、結論から述べて、根拠とか理由、具体例の順に情報を構造化する話し方、書き方の技術なだけですよね。なるほど。ピラミッドストラクチャーってなんかね、すごい難しそうな言い方しますけど、結論から言えってだけの話ですよ。なるほど、結論から言え。一番伝えたい結論から始めようってことですね。その次に根拠、理由を述べる。その根拠、理由を支える詳細、例えば具体例とかデータとか証拠っていうものを置いておくと。ピラミッドの構造で言うと、とにかく結論、理由、根拠はね、3つぐらいあればいいっす。3つでいいと思います。多くてもダメだし、少なくてもあれだし。とにかく一つの物事について結論から述べて、根拠、理由を3つに絞り、それぞれの根拠、理由に関して事例やデータ、詳細を喋れるようにしておく。わかりやすいですね。僕も正直話長いとかって言われたりするんですけど、ビジネスにおいてはやっぱりこの癖をつけておかないといけないなと思います。プライベートでも多分あるに越したことないと思うんですけど、とにかく結論から言いましょうってことだけ覚えてくださいと。日本人は特に結論を後で言う癖の人が多いなと思うんですよね。こういうこのロジカルシンキングを僕は習った時に、すごい納得したのは、英語と日本語の違い。英語と日本語の違い。日本の文化って言ったらいいんですが、日本人って例えばじゃああなたのこと好きですという時に、私はあなたのこれがこれで、あれがこれで、これがこれで、これがこれで、こう思ってて、こうあで、こうあで、で、好きなんです。みたいに結論を後に言う感じが多いんですよね。文法的なものなのかな。英語って必ず、だからさっきの 5W1H が入るじゃないですか。そうですね。結論がやっぱ先なんですよ。私はあなたのことが好きです。なぜならば。みたいな感じなんですよね。だから結論から来るんで、相手が言いたいことが一発でわかる。そっからなぜならばって言ってもらえるから、入りやすいんですよね。結論の後だと、何の話をしたいんだろうなっていう余計なこの思考に頭使わせちゃうんですよ。理由って別に、特にそのビジネスである上司と部下において、部下から報告を受けるときに、詳細から話されても時間がないんですよね。言いたいことは何と、結論はこれです。分かった。もうこれで終わりの時があるんですよ。結論、この決済、こういう決済をしたいです。いいよ。だって極論結論を言って、それがこちらから的に OK だったら、もうその他聞く必要ないんですよ。聞きたい時に、ごめん、根拠理由教えてって言って、それでも分からない時に、判断できない時に、それぞれの詳細を教えてもらっていい。なるほど。だから結論だけで判断できること、理由だけで判断できることの時は、もうそれだけで判断したいんですよね。時間もったいないから。これお互いそうじゃないですか。確かに。メールとかでもやっぱ形式は同じですか？そうですね。それがいいと思いますね。改めてだからなぜ必要かってなると、結論から伝えるってことですよね。ビジネスではやっぱ結論、要点、詳細っていう順序で、やっぱり理解しやすいんですよね。全体から部分の順で説明されると、聞き手が迷子にならないんですよ。部分で話していきなり最後全体持ってこられても、あんまりちょっと、やっぱ説得力が増しますよね。
こうですって言ってから、なぜならばでいくんで、納得されやすいとは思いますね。これもやっぱりその構造化で資料を作成するとき、プレゼンするときの構造化なんで、これが習慣になってるとめちゃめちゃ仕事早くなるんですよ。あと瞬時に整理ができる訓練にもなるから、だから僕なんかも先ほども言ったように、なかなか結論から喋れない、ザ日本人みたいなタイプだったんで、はい、今でもやっぱりね、ものによっては長くなりますけど、ビジネスにおいてはなるべく自分であれがこれで、これがこうだからこうしたいよねってなったら考えた上にこうしたいです。理由はこれです。なぜならば。で、逆にするようにやっぱ練習する。なので、とにかく結論をまず自分が何か考えているときには、この内容は何を言いたいのかっていうことを結論を出して、はい、この結論を先に言うっていうことをやるべきですよね。なるほど。例えば事業提案みたいなどうしたかったら、はい、プロジェクトなんでもいいですけど、このプロジェクトを提案するって言ったら、結論、決済を下ろしてほしい。進める許可を取りたいじゃないですか。だから、進める許可を取るためにどう説明するかみたいな。結論、この事業をやって年10億の利益を出す。例えばね、年1億円の利益を出す。はい、結論からボンと持ってきて、やることはこれとこれとこれです。なぜこれで1億円の利益が出るかというと、これです、これです、これです、みたいな。すんげえ淡白に言っちゃいましたけど、なるべくだからその言いたいことを先に持ってくる。結論をとにかく最初に持ってきて、でなぜならばっていう根拠を、僕は3個。3個がちょうどいいと思う。必要以上にあんま説明しないですね。しない方がいいですか？特に経営者とか、その相手が忙しい人はなおさらで、全部聞いてる暇ないんですよ。もう一回言いますけど、逆の立場だったら、結論聞いて OK だったら OK 出すし、根拠聞いて OK だったら OK 出すし、詳細まで聞かない時もあるんですよ。でも、それで判断できない時に聞きに行ったりとか出せっていう時があるんで、当然用意はしておく。なるほど。でもちろん自分もそれがないと当然その結論になってないかもしれないからね。だから、なんだろうな、いろんなことを考えてデータ調べて、これだけ情報を集めて、こんだけ手間かけて資料を作ったからそれを全部分かってもらいたいみたいに僕が入っちゃってた。なるほど。まあ確かにありますね。それね、でもね、聞く側決済からしたら別にいらないんですよ。それはあなたが調べることで僕が知る必要ありますか？知る必要あるかもしれないけど、それはデータとして置いておいてくれば必要な時に見るから。そのプロセスのあなたの頑張りは別に関係ないよと。頑張ったのは分かったけど、とにかく結果結論は何って。やっぱみんな聞いてるわけですよね。なんで、当然その自分がちゃんとその考えをしっかりとしたものにするためにそういうプロセスがありますよと。それは自分のでも成長に対してやることだから、なるべく正しいと思われるベストな答えを探すためにやることだから。これは散々やるけども、最後はもう淡白に結論これ。根拠がこれ、これ、これ、どうですか？その根拠の理由は何ですか？ここにあります。こういうことです。で、2番目の根拠は何ですか？それはこういうことです。これです。わかりました。OK です。って言ったら OK じゃないですか。なんで、結論を明確にする、根拠、理由を3つ、つける。各理由に具体例とか、数字、事実、エピソードとか、つけます。構造として整えると。必ず順番は結論からっていうように、根拠も一番根拠は強い順。強い順。なるほど。もう一つ実例で挙げてね、ビジネスとかで言うならば、例えばですけど、じゃあ、今、何の広告に注力すべきですかみたいな。広告かけたいみたいな、なんかそういう議論とか問題課題があったとしたときに、いや、現状の弊社は今売り上げがいくらいくらで、かけてる広告費がいくらいくらで、世の中の今情勢としてはこういう広告が注目されていて、今テレビ、マスメディアの CM 広告はこれぐらいの市場が動いていて視聴者がいて、これぐらいの数にインパクトがあって、どうのこうので、ってなっちゃうから、そういう時は、今、やるべき広告は Web 広告です。Web 広告に注力すべきです。理由1、獲得単価が前年より改善しているからです。理由2、競合が SNS 広告に移行していて、Google 広告が結構空いてるんです。コスパいいんです。理由3、社内に実はそれを運用するリソース、育ってきて、今の、リソースで増やせます。これもだからコスパタイパいいですと。みたいなぐらいで。じゃあ理由1で
獲得単価前年より改善してるってどれぐらいって言われて、本当はこれに事実入れとければいいんですけど、データこれです、ポン。はい。みたいな。理由に、これの実証するデータこれです、ポン。3番、社内の運用リソース、成長してきてっていうのは、その結果っていうのは今のこの部の社員の KPI がこれぐらい達成できてるんですと。ポンってデータ出して終わりですよ。確かに。理由が出てこないっていうのは、結構言語化ができてないだけのことが多いと思うんですよね。直感でこれやった方がいいよと思った時に、その直感が出てきた理由って本当あるはずなんですよ。これをやっぱりちゃんと自分の中で言語化しなきゃいけない。これっていうのはやっぱり、なんでこういう結論だ、なんでこういう結論だ、なぜ攻撃ですよ、自分に。例が弱い場合もあるんですよね。なんか人間やっぱ主観が強いんで、これがいい、こういう結論だって思っちゃったら、この結論ありきで理由付けを始める場合があるんですよ。根拠とか本来詳細ってちゃんと事実に基づいてなきゃいけないんですけど、客観的判断にも基づいてなきゃいけないんですけど、こうあるべきだろうが強すぎると、結論を立証するために根拠とか詳細をつけちゃう人がいるんですよ。あと本末転倒なんで。だから自分が考えるときは、こういうデータがあって現状把握して、いろんなことを積み重ねていった結論で結論が出る。説明するときは逆でやんなきゃいけないんだけど、積み上げてきたまで結論出るはずなんだけど、結論から出して、それに合わせるように理由を積み上げる人がいるんで、これはね、やっぱり理由が弱い、根拠がない、薄っぺらくなっちゃうことがあるんで、ちゃんとこの順番間違えちゃいけない。だから必ずやっぱデータとかやっぱり必要ですよね。あと順番に関してはやっぱり常に、やっぱぐちゃぐちゃになりがちなんで、常にやっぱ結論から言って、重要なことからやっぱり並べる。重要なことから並べる。もしくは時系列とか。まとめると、伝える力の型になるんで、ピラミッドストラクチャーと言ってますけど、話す、書く、説得する、提案する。これ全ての場面に活かせる論理的伝達の型だと。とにかく何回も言ってますけど、覚える方は、まず結論。その後に根拠、理由。聞かれたら、詳細、説明。これぐらいでいいですよ。なるほど。だから意識して実行できれば、伝える力っていうのは結構劇的に変わりますよね。確かに。この法則性だけ頭に叩き込んでおけば、伝え方がガラッと変わりそうな気がします。僕も決してうまくはないんですけど、でもやっぱり、いざという時とか、大抵やっぱり理解はしてこないとダメですよね。なるほど。ありがとうございます。ピラミッドストラクチャーと言いましたけど、とにかく伝える力です。覚えてほしいのは、結論から喋る。その後に根拠、理由を述べる。詳細は聞かれたら答える。もしくは聞かれたら出す。ぐらいを意識して実行できれば、伝える力は劇的に変わると思います。ありがとうございます。今回は以上になります。最後まで見ちゃった方、少しでも気づきや学びがあった方がいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。